病気でもないのに突然曲がってしまった腕。一体この男性に何が起こったのでしょうか。はじめまして、桂木道と申します。呪物専門の骨董品屋をやっておりまして、お客様からはよく心霊現象など幽霊にまつわるご相談を受けます。本日来店されたお客様もそういった方で、33歳になる息子さんの片腕が、ある日突然曲がってしまい、治らなくなったというのです。お客様は幽霊の仕業だと訴えますが、そこには信じがたい事実が隠されていました。そうなんです。一人息子なんですけど、IT 企業に勤めておりまして、この4月に取締役に昇格したんです。30代では異例の出世だそうで、本人は少し戸惑ってましたけど、その頃からですかね、腕がしびれるって言い出して。で、ある時、会社の会食から酔って帰ってきて、その翌朝です。腕が曲がったまま戻らなくなったのは。そうおっしゃると、お客様は1枚の画像を見せてくれました。端正な顔立ちに隙のない佇まい。一見すればどこかのファッション誌から切り抜いたような姿で、ただ片方の腕が妙な角度で曲がっていました。病院のレントゲンでは異常ないし、神経科にも通っていますが、全く良くなりません。もうこれは何かに取りつかれてるとしか思えなくて、お祓いに行きなさいって言うんですけど、本人はあまり気にしてないみたいで、仕事は左手でできるからって取り合ってもくれなくて。だから今日は何か除霊できるいいものがあればと思ってきました。なるほど。一つお伺いしますが、息子さんとは同居ですか？いえ、今あの子、離婚調停中でして、それで実家に戻ってきてるんです。お差し支えなければ、離婚の原因って。息子の浮気みたいですよ。浮気って言っても、浮気したくなるような嫁でしたからね。子供もいないくせに、慰謝料だけは立派に要求して。お客様は席を切ったようにお嫁さんへの恨み事を並べ立て、やがて気が晴れると声を潜めてこんなことを言い出しました。息子はよく夢にうなされてるんです。この前も部屋を覗いたら上に乗ってたんです。何がですか？幽霊ですよ。幽霊が？ゆうまくんです。16年前に亡くなった息子の幼なじみです。あの子だったんですよ。あの子が息子に取り付いて、それで腕が曲がったんです。でも、なぜ幼なじみの子がそんなことをするんですか？息子さん、何か恨まれることでも？違います。私です。はい？私に恨みがあるんですよ。お客様に？それはどういう。私なんです。私がゆうまくんを殺したからです。唐突にお客様の口から語られた重い告白。この女性の過去に一体何があったというのでしょうか。ゆうまくんとは同じマンションで家族ぐるみのお付き合いがありました。お父様が有名なお医者様で、ゆうまくんも医学部を目指してて、その影響でうちの子も医者になりたいって言い出して、同じ塾に通わせたんです。そりゃあもう必死に勉強して、息子はゆうまくんと同じ進学校に入ったんです。仲が良かったんですね、二人は。当時まだおばあちゃんが生きてて、家では勉強に集中できないからってよくゆうまくん家で勉強してました。高2の秋です。ゆうまくんが自宅のベランダから飛び降りたのは、自殺ですか？相当追い込まれてたんでしょうね。あの子の母親、きつい人でしたから。勉強も部活も完璧じゃないと許さないって感じだったから。息子とは部活も同じだったんですよ。テニス部で。そうだ。あの時も。そこでお客様は何か思い出したように言葉を詰まらせた。どうかされました？今思い出したんですけど、あの時も同じことがあったなって。同じこと？ゆうまくんが亡くなった後、テニス部の選抜メンバーに空きができて、補欠だった息子が繰り上がりで参加して、その年、息子たちのチームが優勝したんです。それが何か。今回の昇進と同じなんです。
同じっていうのは？実は、今回息子が役員に昇格したのだって。直属の幹部が急死して、その穴埋めの人事だったんです。ああ、やっぱりそうだ。ゆうまくんの時と同じ。さっきおっしゃってましたよね。ゆうまくんを殺したのは自分だと。そうです。私です。それは一体どういうことですか？お客様の口から数年前の真実が語られ始めました。あの日、私は一人家にいて、リビングのソファーでうたた寝をしてました。ドスンって何かが落下したような音がして目を覚ましたんです。なんだろうと思ってベランダから身を乗り出すと、下の階のテラスに人が倒れていたんです。ゆうまくんでした。右腕がちょうど今の息子のように曲がってました。私はその時、なんだかとても動揺して見てはいけないものを見た気がして、とにかく怖くて、私、見なかったことにしたんです。え？救急車を呼ぶこともしなかったんですか？誰かがするだろうって思って、無責任かもしれないけど、とにかく怖くて。それでどうなったんですか？遺体で発見されたのが翌朝のことでした。下の階の方が通報したんです。腕が伸びてたんですよ。腕が。朝見た時には、それでわかりました。生きていたんだって。私が最初に見た時は、まだ生きていたんだって。もしすぐに救急車を呼んでいたら、助かったかもしれないって。私がゆうまくんを殺したんだって。あの、どうして翌朝まで誰も気づかなかったんでしょう。1階の専用テラスに落ちたから、外からは植栽が邪魔で見えませんし、住人の方も帰宅が遅ければ夜中にテラスを確認することなんてないでしょうから。上からなら見えますよね。落下音がしたなら、お客様以外にも目撃者がいて不思議ではないはずですが。低層の3階建てでしたから。うちの真上がゆうまくんの部屋で、他にテラス側に面したリビングがあるのはうちだけだったんです。その言葉を聞いた瞬間、私の中で全ての点がつながりました。息子の友人が転落したのを見て、怖いから通報しなかったという不可解な理屈。彼女の告白の中に何か決定的な嘘が混ざっている。私はそう確信しました。一度整理させてください。あ、はい。まず、事の発端は、息子さんの右腕が妙な形で曲がってしまい、治らなくなったこと。その姿が、かつてマンションから転落したゆうまくんの姿を再現しているように見える。さらに、寝ている息子さんの上に、ゆうまくんの亡霊まで目撃した。かつて、ゆうまくんの死によって、息子さんはレギュラーの座と優勝を手にし、そして今回もまた、上司の急死によって異例の昇進を果たした。このあまりにも不気味な共通点から、すべてはゆうまくんの亡霊の仕業ではないかと、お客様は考えてらっしゃる。そしてその動機は、あの日すぐに通報しなかったお客様への恨みであり、息子さんを介したあなたへの復讐である。こういうことでしょうか。まあ、そういうことです。私は少し逡巡して、慎重に言葉を選びながら切り出した。まず、率直に申し上げます。あ、はい。幽霊なんてものはいません。はい？ちょっと待ってよ。そこを疑うんですか？私はこの目で確かに見たんですよ。お客様を疑っているわけではありません。お客様は確かに幽霊を見たと思います。ですが、見たからといって、それが幽霊が実在する証拠にはなりません。幽霊は存在しません。ただ、幽霊を見る人が存在する。それだけのことなのです。何をおっしゃってるんだか。幽霊はいないという前提で、改めて問題を整理してみましょう。まず、息子さんの右腕の症状。これはおそらく転換性障害、いわゆるヒステリーと呼ばれる精神症状の一種です。神経科に通院されているとのことですが、先生からそのような診断は受けていませんか？まあ、確かに似たようなことは言われましたけど。やはりそうですか。でもそれだけじゃ説明が。ヒステリーって防衛反応なんです。何かしらの耐え難い不安が
体の症状となって現れる。では、息子さんを苦しめている不安の正体は何なんでしょうか？異例の出世？あるいは離婚調停でしょうか？私、さっき息子さんの写真を見たときに妙な違和感を覚えたんです。すみませんが、もう一度見せてもらえますか？息子さんは美意識が高い方のようですね。身だしなみにも非常に気を配っていらっしゃる。ええ、いわゆる美容男子で、人一倍見た目にはうるさい子です。それほど外見を気にする息子さんが、なぜこの腕は気にならないんでしょうか？先ほど申し上げた通り、ヒステリーは防衛反応です。一見苦痛に見える症状が、実は本人をより大きな不安から守っているとも言えるんです。つまり、腕が奇妙に曲がっている屈辱以上に、彼を苦しめる何かがあるということです。ところで息子さん、IT 企業にお勤めとのことですが、医学部には進学されなかったのですか？ええ、落ちました。私は浪人すればって言ったんですけど、あの子、うちの家計事情を察したのか、別の学部に進学したんです。そもそも息子さん、医者になんてなるつもりはなかったんじゃないですか？ただ、ゆうまくんに憧れていただけ。ゆうまくんの家は父親が著名な医師で、家は広いマンションの最上階。一方で自分は同じマンションでも主たる居室が北向きの格安物件。勉強に集中できる部屋もなかった。純粋な憧れがいつしか自分を苦しめる呪いになる。ゆうまくんが完璧であればあるほど自分の無能さが際立ち、ゆうまくんがいるだけで自分が否定されている気分になる。息子さんはゆうまくんの亡霊に支配されていたんです。お客様が見た幽霊の正体はそれです。あなたが息子さんの中に育てた幽霊です。ではなぜその亡霊が今現れたのか。あなたは知ってるんです。息子さんの本当の苦しみを。息子さんの曲がった腕がゆうまくんの腕の再現ならば、その要因は息子さん自身にあるはず。今回の昇進によって息子さんの中に古い記憶が蘇った。それはかつて友人の死によって得をしたというやましい記憶。それが曲がった腕となって現れたんです。16年前のあの日、お客様が見たというのはゆうまくんだけだったんでしょうか？本当は他に誰か見たんじゃないですか？なんてすみません。私、こういう話を聞くとつい物語を作りたくなってしまって。うんうん。今申し上げたことはすべて私の妄想ですから、どうかお気になさらないでください。さて、お客様のお悩みにとっておきの商品がございます。こちらです。これは？身代わり人形です。この人形に向かって過去の過ちをすべて告白してください。その後でお近くのお寺でお焚き上げを。この人形がお客様の罪を肩代わりして地獄に落ちてくれます。税込み39,000円となっております。お買い上げありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。Here I am 僕というエナジーが僕という役割を演じてプログラムされた通りに Play a role 動かされてゆく I'm not aware 僕という意識が僕らしさ演じきれておる